こんにちは、ハゼ水槽池です。前回の銀河ハゼ追加に続いて今回はサンゴを追加、しかも LPS。 ご覧の通りのグリーンの花笠サンゴ。ライブロックでもお世話になったお店で値段も安くて話の流れでどれも同じ値段ということで色も良くて大きめにしました。水槽に入れるとびっくりで、お店だともう少し小ぶりに見えたんですけど、結構ボリュームがありました。入れてすぐに満開に開いて、いわゆるゆらゆら系のサンゴ。もともとサンゴの知識はないので、これから調べながらも飼育していきます。ゆらゆら系は水流いるのかとも思ってましたが、どうやら逆にいらないらしいので、うちのサンゴ水槽水流ポンプなしの環境ではこの花笠サンゴちょうどいいかもしれません。詳細もほぼゼロで推移していて、あとはこの Z ライトの照明が合うのか少し気難しいなんていうネット記事もあるので、注意して見ていきたいと思います。いつものマクロレンズでポリプを少しアップにしてみます。どうですか？かっこよくないですか？全体でゆらゆらと揺れているのも可愛いのですが、ポリプ一つ一つもとても綺麗で、ちょっとグリーンでグラデーションにもなっていますね。水流がたなびくとこういう感じ。全体がなびく程度の水流でいい感じじゃないでしょうか。とにかくどこを撮影しても綺麗ですね。この大きさ、この色で3000円台だったので、超お買い得な買い物だったかなと思ってます。それではこの後は翌朝、ポリプが開いていく様子をタイムラプス撮影した動画があるので、これは SNS でも結構好評だったので、ぜひお楽しみください。その後にいくつかこの花笠サンゴを使って写真撮影をしてみようかと思います。こういうサンゴを題材にいつも使っているマクロレンズでどのように撮影をしているかを紹介していきますので、こちらもぜひ最後までお楽しみください。それでは花笠サンゴを撮影していきます。ソニーのミラーレス一眼カメラに、今はほぼ水槽でしか使わないマクロレンズ SEL90M28G、 望遠マクロみたいな言われ方をするレンズですね。ぐっと近づけるレンズなのですが、まずはこの全体図から撮ってみます。まずは円形でこんな感じ。花笠は綺麗ですが、個人的にはパッとしない印象ということで、カメラを近づけながらこのレンズを活用していきます。まずは良さそうなポリプを一つ探してクローズアップしていきます。写真の構図を決めて、この辺が良さそう。こんな感じで、このままだと全体が映り込んで写真の主題が分かりづらいので、F 値をぐっと下げていって一点に集中して綺麗にボケを作って印象的な写真にします。他にも探してみます。ポリプがカメラを向いているのがあったので、これにします。まずは構図を決めて、また F 値を下げて周りにボケを作り出します。この中央のポリプが主題。暗めのグラデーションが印象的なので、ちょっと暗めにしてもかっこよくなるかな。個人的な好みもあると思うんですが、満開のサンゴの中でこの主題にしたポリプ綺麗でしょみたいな印象的な写真になるかなと思います。またカメラを下げて全体図でも探していきます。写真見た時に目線が流れていくように後方のラインを生かしてみます。 F 値を上げてピント全体に合わせても綺麗なんですが、せっかくのマクロレンズなのでまた F 値は下げて、
後方のラインにピントを合わせてみます。この F 値の上げ下げでだいぶ写真の印象が変わります。F 値を上げてこのまま全体で撮ってもこのサンゴやっぱり綺麗なんですが、個人的な写真の好みもあって主題一点が印象的になるような撮り方が好きですね。最後にここでも F 値を下げて中央にピントを合わせていきます。あと少し高さを下げて下から煽りながら前のポリプを前ボケさせて1枚取っていきます。今回一緒に豆砂も入れました。綺麗ですよね。特に名前なしみたいで、サンゴ詳しくないので何かわかる方いたらぜひコメントで教えてください。でこれも撮影していきます。全体で、こういう感じ。これも綺麗ですよね。豆砂も先ほどの花笠と同じように一つのポリプに焦点を当てていきます。この中央のポリプが綺麗に映りそうなので、また F 値を下げて周りをボケさせながら、この写真を見て真ん中のポリプに目線が行くようにしていきます。一つのポリプに集中すると先ほどの全体で見た時よりもこの豆砂の良さ、中央からの放射状の黒いラインが目立ってかっこいいです。先ほどの全体と比べると、この違いがねわかると思います。改めてこの豆砂はねとてもかっこよくてね、買ってよかったと思います。どうでしたか？花笠サンゴ、豆砂、まだまだ寂しい水槽ですが、先週銀河ハゼが入って今回サンゴが入って一気に水槽は賑やかにはなりました。新しいのがどちらも撮影したくなるサンゴでした。すごく綺麗でついついたくさんシャッターは切ってしまってます。好みもねあると思うんですが、魚撮る時も常に私はこのマクロレンズ、これが気に入って魚の顔を撮ったりサンゴのポリプを撮ったり撮影する時も今回のようにこうやって楽しんでます。それでは今回の新しいサンゴ撮影方法についての動画、ぜひコメント、いいねよろしくお願いいたします。それではまたね。